12月下旬、冬の函館からお届けします。2泊3日の一人旅、2日目の夕方です。初日の夜にも函館山に来たのですが、大混雑のためあんまりゆっくりができませんでした。ということで、一人旅の必殺技、気分で決めるを発動して本日も山にやってきました。あいにくの天気ではあるんですけれども、代わりに雲から覗く光がとても幻想的です。本日は風があって体感温度は低めです。日中はだいぶ人も少ないので落ち着いていてとても良いです。昼も夜も来られて大満足でございました。さて、函館山からバスで函館駅に向かい、それから湯の川温泉エリアに来ました。本日宿泊するのは湯の川プリンスホテル渚亭さんです。ウェルカムドリンクは海辺を眺めながらのスパークリングワイン。1653年に開湯されたとされる日本有数の温泉地です。ロビーからかなり広くて綺麗ですし、もうテンション爆上げでございます。こちらのフリースペースでは函館や自然にまつわる本をお借りして読むことができるみたいです。ちなみに私はお部屋が良すぎてもうずっとお部屋にいたのでこちらには来ませんでした。お部屋で着られる浴衣の貸し出しも行っています。古典の花柄などもあってすごい可愛いですよね。もうシンプルに可愛いのでしっかりとお借りいたしました。さて、お待ちかねのお部屋に入ります。木目調のお部屋ですね。かなりゆったりとした作りです。もともと定員2名の部屋なんで2セットを用意してくださってますね。年末に宿泊して39,000円でございました。ご褒美お疲れ自分。さて、このお部屋の主役がこちらです。ルルルルルルンじゃん、お部屋付き露天風呂。嬉しい。お部屋の眺めは海側、函館山側、市街地側とあり、こちらは山側のお部屋です。つい先ほどまで登っていた山がこちら側から見えますね。この後夕食に出るのですが、体が冷え切っていたので早速お風呂に入りました。湯の川温泉の泉質はナトリウム、カルシウム塩化物泉です。つまるところ塩分が多いしょっぱい温泉ですね。じんわりと芯から温まる温泉です。時間とともに色合いが変わる函館の空を眺めながら長風呂をさせていただきました。さて、湯冷めしないようにしっかりと防備して夜の街に繰り出します。温泉街ということもあり、夜でも明るいですね。狙っていたラーメン屋さん、麺屋一文字さんに来ました。10分くらい待って着席いたしました。北海道といえば塩のイメージありますけれども、こちら口コミで味噌が美味しいと伺っております。もう冷えた体にお味噌とこってりの組み合わせはもうお薬みたいなものですね。こってりと言いつつも、お出汁が美味しいからか、スルスルといける美味しさでした。歩き疲れた体に旨味が染みます。私は油物そんな強くないんですけど、程よい満腹感で完食できました。素晴らしかったです。夜の温泉街をのんびり歩くのもまた旅情ですね。湯の川温泉エリアは函館の B エリアと比べると少し気温が高いのか、雪はだいぶ溶けてましたね。人が誰も歩いてないんですよね。人がいなさすぎるとちょっと不安になりますね。さて、目的地に到着しましたので、お夜食を買いたいと思います。焼き鳥弁当で有名な長谷川ストーさんは湯の川温泉のエリアにもあります。お部屋戻ってきて、また体冷えたので温泉に入ります。マッチポンプです。さて、先ほどお借りした浴衣に着替えます。こういう変身シーンやってみたかっただけです。夜食は長谷川ストアの焼き鳥です。焼き鳥といっても鶏肉ではなく豚肉なのがちょっとトリッキーですね。ジュースジュースのミヤモーレを聞いています。お店に行って紙に本数を書いてお渡しするとすぐに焼いてくださいます。こちらのお供はレモンサワーですね。セイコーマートさんのものです。タレ味と野菜の串を2本ずついただきました。いいお夜食です。イコラブちゃんを見ながら一人で晩酌しました。それではおやすみなさい。はい、おはようございます。寝坊いたしました。寝心地が良すぎましたね。寝坊といってもこの後の予定には間に合うので OK です。朝風呂入ります。本日は大沼国定公園と五稜郭タワーの夜景を見てから東京に戻ります。今回はビュッフェ朝食付きのプランを予約しております。和洋中華と韓国料理などもあってバリエーション豊かですね。
しかし私は旅館の朝食は和食中心にしたいところで、こちらは湯豆腐コーナーです。好きな薬味を好きなだけ好きなように取ることができるのがビュッフェの良いところですね。こちらが私の朝食セット、函館冬の朝です。海鮮丼は自分でお好みのお魚を盛り付けることができます。オリジナルの海鮮丼が作れますね。津軽海峡を眺めながらもりもりと朝食をいただく素敵な時間です。とても優雅でございます。お世話になりました。ありがとうございました。さて、大沼国定公園に向かいましょう。本日は曇り時々晴れです。タクシーで JR 函館駅にやってきました。年末年始ダイヤでバスがほとんどなかったです。函館駅前には大きな誠の文字があります。さて、これから特急北斗に乗って大沼国定公園に向かいます。特急列車で30分ほどの距離です。ちょうど良い小旅行です。大沼公園は火山活動によってできた大沼からなる場所。湖畔からは絶景が楽しめます。電車のチケットは事前に駅ネットで購入しました。あっという間に大沼公園駅に到着いたしました。函館よりも若干気温が低く、空気はひんやりとしております。だんだんと雲間から太陽が覗いてきていて、爽やかな気候です。駅から7分ほど歩くと国定公園に到着いたします。冬のクリアな青空が雲とのコントラストで美しいです。こちらは有名な千の風になっての曲誕生の場所とのことです。作家の新井さんがこの風景を眺めながら千の風になってを作った場所です。湖はしっかりと凍っています。公園ではワカサギ釣りをすることができます。釣ったワカサギは天ぷらにしていただけるとのことです。公園には散策コースがいくつかあります。季節大島の道を歩いていたようです。次は島巡りの道を進みます。歩くの大好きです。人もあまり多くないのでゆったりと風景を楽しめます。タイミングによってはキタキツネやエゾジカ、エゾリスなども会えるそう。さて、この道では橋がいくつかあります。凍ってますね。手すりを使ってゆっくりと渡ろうと思います。あ、諦めました。時にはね、こういう戦略的撤退も必要ですよね。ちょっとだいぶ滑って危なそうでした。函館よりも雪積もってますね。1月以降は多分もっと積もってるんでしょう。すごいね。さて、2時間ほどの散策を終えたので、そろそろ戻ります。大沼では大沼団子を忘れてはならないと予習をしております。心地よい時間でございました。自然を全身で浴びたい方はぜひ。帰りは鈍行電車で揺られて戻ります。携帯電話はマナーモードに設定の上、通話はお控えください。次は函館駅前に戻ってきました。名探偵コナンのオブジェクトがあります。2時間歩きっぱなしだったのでさすがにお腹減ってます。ランチは函館名物ラッキーピエロ、通称ラッピです。函館駅前では1時間ぐらい並びました。ナンバーワン戦闘注文です。甘酸っぱい大ぶりなチキンが口いっぱいに広がります。うまいですね。函館のソウルフードしかといただきました。バスで五稜郭エリアにやってきました。残り2つの大きいミッションがありまして、これを達成してから東京に戻ります。六花亭といえば、私はまずレーズンバターサンドが思い浮かびます。なんだか美術館の入り口みたいな不思議な動線ですね。五稜郭店は直営店と喫茶室を併設しています。
先に整理券を取りましょう。混雑時は1時間以上待ちます。私が頼んだのはアイスバターサンドです。先月旅行したお友達からのおすすめです。柔らかなクッキー生地にレーズンバターのアイスクリームがたっぷり。これミルクピッチャーが六花亭さんのお花柄なんですよね。かわいい、欲しい。本当に美味しかったです。もう本当に今すぐ食べたいです。さて、五稜郭タワーでは星の夢イルミネーションを開催中です。日没を迎えて点火イグニッション。函館の街に大きな星が浮かびます。日没から19時までの点火なので2時間ほどですね。あっという間に日が暮れてどんどんと星が色濃くなっていきます。本当にこんな星型の造形物は珍しいですよね。反対側からは市街地から函館山方面も見られます。昨日函館山から見た時よりもだいぶ雪が溶けてます。タワーの1階でもイルミネーション実施中です。キラキラしてます。まもなく空港に向かわないといけない時間なのですが、ギリギリまで五稜郭公園を散策したいと思います。しっかり凍ったお堀に光が反射して美しいですね。五稜郭タワー先輩にもお別れです。いやだ、もうすごい幻想的です。さて、空港でロイズチョコレートを買い込みまして、保安検査も通過いたしました。ただ待ってるのも暇なので、空港でちょい飲みをしていく。ちょい飲みにしてはちょっと多いですね。お腹ちょっとタポタポです。さて、私にとっては初めての北海道、初めての函館でした。結論、また季節を変えて訪れたい気持ちでいっぱいでございます。1年間お仕事頑張ったご褒美にこの地を訪れることができてよかったです。ご視聴いただきありがとうございました。